こんにちは、のすけです。前に公開したキーボードの動画、コメントでトラックボールマウスをおすすめされたので、購入して1ヶ月ほど使ってみました。結論を先に言うと、肩こりが治ります。マジで治りました。サラリーマンになって10年来の肩こり、僧帽筋と肩甲骨筋のこりがなくなりました。肩こりで悩んでいるおっさんにトラックボールマウス、マジでおすすめです。ちなみにマウスでカーソル動かすときに肘を上げるタイプの人は肩こりに、肘を上げずに手首で操作するタイプの人は腱鞘炎になるみたいです。ということで今回はトラックボールマウスの布教動画となります。ちなみにトラックボールマウス原理主義者のことを界隈では求道者と呼ぶらしいです。初めて購入したトラックボールマウスがこちら。プロトアークの EM01NL。コメントでいくつかおすすめされたのですが、いろいろと調べたところ、1トラックボール初心者はサムタイプがおすすめ。トラックボールマウスには親指でボールを転がすサムタイプと人差し指でボールを転がすフィンガータイプがあります。ホイールの位置が普通のマウスと同じサムタイプがトラックボール初心者にはおすすめみたいです。2ロジクールの MXL5 が人気。だが高い。3ほぼ同じ形状の EM01NL なら半額以下で買える。これは衣装券的にどうなのってのはあるのですが、安さには勝てず EM01NL を購入することにしました。で、実物がこちら。開封して真っ先に思ったのが、でかいでした。直前までかなり小さめのマウスを使っていたので、ちょっと躊躇してしまいましたが、使い始めると大きさは気にならなくなりました。というのは動かさないから。カーソル移動はトラックボールで行うので、普通のマウスのように左右に動かすことはありません。なのででかくても気にすることはないんです。むしろでかくて重い方が安定感があるので、トラックボールマウスとしては優秀になるみたいです。ジャストな大きさは手の大きさによっても変わります。のすけの手は成人男性としては小さい方なのですが、この辺の膨らみが親指の付け根とヒットしてちょうど良い大きさでした。外観上の質感はマットで安っぽさはありません。で、肝心のトラックボールの使い心地ですが、慣れるまでは大変でした。全く思い通りにカーソルを動かせない。だいたい1週間ぐらい使ってやっと思い通りにカーソルを動かせるようになりました。ただ細かい操作は苦手です。ピンポイントでカーソルを合わせに行くのは大変。ここで重要なのが Windows でカーソルの感度を調整すること。感度を小さくすると細かい調整がしやすいですが、大きく動かした時に何回もボールを転がすことになるのでイラッとします。逆に感度が高すぎるとカーソルの移動距離は増えますが、微調整は全くできなくなります。なので様子を見ながら感度を調整していきます。のすけはマウスの DPI を800に固定して Windows のカーソル感度を8に設定しています。EM01NL は親指の付け根にあるボタンで DPI を200、400、800、1200、1600に変更可能ですが、途中で操作感が大きく変わると使いにくいので、DPI は800に固定で使っています。トラックボールの径は 34mm で、新品時はスムーズに動いていましたが、ケースの中が汚れてくると渋くなってきました。なので、1ヶ月に1回ぐらいは掃除をした方が良さそうです。掃除は柔らかい布で拭き取れば OK。そんなに難しくありません。左ボタンと右ボタンのクリック感は良い感じ。音も静かで高級感があります。ホイールのスクロールも適度な操作感があり良いです。ただ、ホイールのクリック感はかなり重たいです。普通の人はあまり使わないと思うのですが、3D CAD を使っている人は、ホイールをクリックしてモデルを回転させたりします。
ホイールのクリック感が重たいので、これが使いにくいです。人差し指の横にあるボタンは、前がブラウザの進むで、後ろが戻るボタンです。人差し指の真横にあるので、使い心地も悪くないです。ただ、これらのボタンは割り当ての変更ができません。専用のソフトウェアなどもないので、たくさんのボタンを多機能に使いたい人は満足できないと思います。マウスのポジションは0度と20度に変更可能です。どちらもしっかりと固定されるので安定しています。これは好みによると思いますが、のすけは0度の方が使いやすかったです。接続は 2.4GHz の Wi-Fi と Bluetooth が2チャンネル。合計3つのペアリングが可能になっていて、ホイール近くのボタンで切り替えができるようになっています。どこと接続しているかは、人差し指の付け根にあるインジケーターで確認が可能です。電池は搭載しておらず、USB-C による充電式で、1回のフル充電で約1ヶ月持ちました。ただ、マウス側の USB-C ポートの差し込み部に余裕がないので、コネクタの小さい USB ケーブルを使う必要があります。ということで、初めてのトラックボールマウスですが、1ヶ月ほど使用しての感想としてはかなり良かったです。特に肩こりが解消したのは驚きで、これはレビュー動画を作って普及せねばと思ったのですが、1機種しか使用していないと経験不足感が否めない。ということで、比較機種を購入してみることに。当初はロジクールの MXL5 を考えていたのですが、ちょうどエレコムの新機種が発売されるとのことで、それを購入することにしました。IST Pro 19,800円。値段にかなり躊躇しましたが、シュッとしたデザインがかなり好みだったので、購入してしまいました。と思っていたのですが、2週間以上、下手すると2ヶ月近く、商品が遅延するとか、持論にも程があるんじゃ。ということなので、IST Pro のレビューはまた後日、やる気があったらやりたいと思います。EM01NL の感想をまとめておくと、良かったところは、評価の高い MXL5 と同じ形状が半額以下で買える。ボタンが静音仕様でクリック感も悪くない。トラックボールはスムーズで動かしやすい。悪かったところは、ホイールボタンが硬くて使いにくい。ボタンの割り当てが変更できないです。のすけが気づいていないこともありそうなので、使ったことがある人はコメントしてくれると嬉しいです。とにかく今肩こりで悩んでいるそこのおっさんにトラックボールマウスはマジでおすすめです。騙されたと思ってこの動画の概要欄から EM01NL を購入すると幸せになれる可能性がビレゾンです。のすけのチャンネルでは面白い自作 PC やガジェットのレビュー動画などを投稿しているので IST Pro が気になるって方は高評価とチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。ではでは。